こんにちは、ちえいです。今回の選択肢、こちらの3枚になります。絵柄からフィーリング、感じた雰囲気からお好きなカードをお選びください。はい、それでは A さんですね。こちらのカードをお選びいただいた方の生まれてきた目的、使命とか人生の流れを見ていきたいと思います。一番上が生まれてきた目的で見てます。こちらが流れ、ちょっとどれもカードがでかくて入りきるかな。こちらが得意なことで見てます。じゃあ上から順番に見ていきますね。一応 A さんの生まれた目的、こちらの3枚が出てきてくれました。ちょっと読んでいきます。何か一つの目的に向かって進んでいってる感じがするんですけど、もしかしたら自分では、ご本人では遠回りをしているように感じるかもしれないんですけど、ちゃんと必要な流れ、段階を踏んで進んでいってる。でやっぱり学びですよね。人生の学びのために来てる。おそらく今生きてる根性では、今まで学んでこなかったこと、初めて学ぶことと対面するために生まれてきたんじゃないかなって思います。で、おそらく、あまり、なんて言うんだろうな、熱くなってしまう方もいるかいないか、とにかく物事を客観的に一歩引いてみる力がすごい大切なんだと思います。何かコツ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 進んでいってますよね。進んでいく中で、一歩引いて物事を見るため、すごい主観的に自分がじゃなくって、この選択肢のカードもジャスティスで公平性なんですけど、物事を客観的に見るために生まれてきたというか、その視点が大事なんじゃないかなっていう感じですね。何か資格、例えば看護師さんとか、アート系とか何か資格を要するものをお仕事としてやってらっしゃる方もいるかもしれないです。ちゃんとタイミングがあるので、人生の。自分ではあまり進んでないように感じてたとしても、ちょっと猫の鳴き声入ってるかもしれないです。ごめんなさい。必要なステップアップ一つ一つ前に進んでってる。そういう進む力が根性で求められているし、時には、ちょっと飛び込む力も必要とするかもしれない。勇気がいること。おそらくやってきたんじゃないかなって思います。今までいろんなことに挑戦されてきたのかな。それが人生の目的なようですね。こちらが流れで出したんですけど、見ていきますね。ちょっとカードがどれも大きい。でも全体的に見てても、A さんすごく落ち着いてらっしゃる方かなと思います。しっかりと今の人間の3次元の世界を生きていらっしゃる方っていう感じがしますね。何かこれ大きなことが起こる。やっぱり何かやってきたのかな。一応過去、今、未来でこの3枚を出したんですけど、何か大きなことにチャレンジする。例えば移動、県外へ移動するとか、海外へ行くとか、何か大きなことを自分でやったとか、訪れた。それを受け入れたんじゃないかなって思います。で、今は、何か、成し遂げる方なのかな。
なんか一人じゃないっていう感じが今するんですけど、どうですかね。自分をすごい見つめ直してるとか、いい友達に恵まれたとか、何かつながりを感じる今。それこそ宇宙の存在とか見えない存在とか、何か存在、つながりを感じていらっしゃるのかな。自分は何か大きな一部なんだっていう。で、これアトランティス。A さんの中に何か大きなものが眠っていて、それを育てる今流れなのかな。例えば絵を描き始めたとか、それを外に発信していくとか、何か大きなビジョンが今見つかっていて、それを築き上げていくこれからなんじゃないかなって思います。自分で起業したりとか、何か自分の神殿を築き上げていくこれから。っていう流れなんじゃないかなって思いますね。で、これが A さんの得意なことで出したんですけど、3枚で出しました。カップが出てる。優しい方ですかね。すごい感情面が発達しているというか、結構楽しいこと好きな方いらっしゃいますかね。お祝い事好きとか、お友達が例えばいっぱいいてもいなくても、何か楽しむ、人と楽しむこと好きだし、人間が嫌いっていうわけじゃない。みんなと仲良くするのは好き。で、こっちが、家族関係。あまり大勢とやっていくっていうよりかは、少ない人数と築き上げていく、深い関係を築き上げていくのが得意なようですね。お子さんにも優しいのかな。自分では自覚なかったとしても、結構誰とでも男性女性問わず分け隔てなく接することができるのが A さんの強み。差別とか全くしない方なんじゃないかなって思います。偏見とかもなく。他のところで自分と性格が全く違う人たちがいたとしても、それを受け入れるというか、差別もせずに、いるねっていう、温かく見守れる方なんじゃないかな。あなたの中にはすごい大きな愛がある。自分では自覚なかったとしても、すごい愛情深い人なんじゃないかなって思います。これだけカップが出てるんで、これサマーがカップなんですけど、心が温かい方なんじゃないかなって思いますね。で、これがエゴなんですけど、これ強いですね。自分の弱さとかと向き合うことができる人。自分の弱さとか、嫌いなこととか、素直に認めてあげられる。じゃないかなと思います。これ燃やして手放してるんですけど、エゴですよね。結構、自分の痛いところ、疲れたくないところって皆さんあると思うんですけど、その自分の嫌なとこと対面できる。そして認めることでそこをちゃんと手放せる人なんじゃないかなと思います。だからやっぱりジャスティス、公平性のカード出てるんで、人に対してもジャッジしない方なんじゃないかな。ってことは自分にもそうですよね。自分にも、ちゃんと公平な目で見ることができる方なんじゃないかなって思います。客観性の視点もある。これが一応今回も生まれてきた目的なので、その中で自分の何かこれから神殿、素晴らしいものを築き上げていくんじゃないかなっていう感じですね。はい。何か参考になるメッセージあれば一つでも受け取っていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただいてありがとうございます。A さんでした。またお会いしましょう。はい。それでは次こちら B のカードをお選びいただいた方のリーディング始めていきます。一番上が、B さんが生まれてきた目的で出してます。でこちらが一応人生の流れで出します。カードがですね、どれも大きいんでちょっと入りきらないかな。大丈夫ですかね。はい。
で、3枚目、こちらが得意なこと。B さんが得意なことの何か参考になればと思って出しました。おー、すごい。なるほど。はい。最初ですね、人生の生まれてきた目的から見ていきます。こちらの3枚が出てきてくれました。ちょっと見ていきますね。何か B さんって導かれてるなとか、何か流れに乗って人生進んでってるなって思うことありませんか？なんとなく B さんも自覚あるのかな、ないのかな、わかんないんですけど、何かこう、なんかこっちの気がするとか、なんとなくこっちだなとか、こう考えが浮かび上がってくることがあるんじゃないかなって思います。一応人生の目的としては、自分の生まれてきた、根性に生まれてきた目的は、すごい自分と対話する。自分の心の声を聞いてあげる。この根性でですね、物質世界でお金とか地位名誉が一応ね、大切とされているこの3次元の世界で自分と向き合うこと。で、それを通して人とのつながりを感じること。見えない世界って意思疎通が簡単にできるんですよね。思いでこう通じ合えるテレパシーとかなんですけど、この世界でそういう人とのつながりを感じてあげること。そのため、そうですね。こちらとこちら、この1枚目と3枚目からやっぱり自分と向き合うこと。うちこのインナー、中ですよね。自分の歩みなんじゃないかな。で、やっぱり一人でいることだけでもダメですから、人とね、こうやってつながりとか、コミュニティを感じるとか、つながりを学ぶためなんじゃないかなって思います。この選択肢も後ろ姿なんですよね。3ってアセンデッドマスターの数字とか、なんて言うんだろう、導きが強いカード、数字なんですね。何かこう、根性で、自分と向き合う人生なんじゃないかなって思います。そのため。そしてこちらですね。B さんの人生の流れ、過去、現在、未来で一応出してみました。意外と、そうですね、小さい時は無邪気に何でも楽しめたんじゃないかなって思います。すごいオープンな方、何でも楽しめる方、私全然社交性ないよっていう方でも一人の世界の中で物事を楽しくしていける方、そうやって楽しんでこられたんじゃないかなと思います。今ちょっと自分と対話してる時間なのかな。自分と向き合って、それを、その自分の中にあるあなたの素晴らしさをこう人に分け与えていくところとか、人と向き合う、コミュニティと向き合う、人間の関係性ですね、今向き合っているんじゃないかなって思います。家族関係、友達、お仕事、職場でも人間関係の向き合いに立たされている。そしてこれから、外に向かっていくんじゃないかな。今ももしかしたら気持ち的にも、こう、向かい合わせの人とね、水をこう、今触ってるんですけど、これを外に流していく。で、未来では、自分のこの心の中にある世界を外に広げてあげるっていうのは別に、芸術的にアートやるとか、そういう分かりやすいことでもいいんですけど、あなたの感じてるものをオープンにしてあげる。すごく穏やかで、誰とでも打ち解けられる方だと思うんですね。B さんは、そのあなたの中にある素晴らしさを壁を取っ払って、
周りに伝えてってあげる流れなんじゃないかなと思います。もっとね、自分でこう閉じ込めてしまってる場合であれば、その殻を取っ払ってあげて、B さんの持ってる中にある素晴らしい性格とか価値観をもっと表現していってもいいし、周りにこう出していく時なのかな。だから、ここら辺はね、すごい立ち止まってる感じなんですけど、こっちがね、やっぱりこう、手を広げて胸をオープンにする。ここも進んでいく。今もしかしたら自分と向き合っているところにあるのかもしれない。これ今までそうだったのかもしれない。でもここからね、進んでっていくところなんじゃないかなって思います。大丈夫ですよ。一人じゃないんで、B さん。で、B さんの得意なことを出してみました。ダイヤルカナ2枚も出てるんで、ごめんなさい、カメラ揺れた。結構強いですね。なんか B さんって素晴らしい性格とか素晴らしいものをお持ちなんですけど、それをね、自分の中で留めておいている方なんじゃないかなって思います。これがすごいね、黄金色ですよね。何でも持ってるんですよ、中身。すごい素晴らしい方。でも今までね、それを出せなかったんじゃないかなって思います。カップも出てます。優しいんですよね。自分からね、わーって明るい人っていう感じではないかもしれない。おとなしいかもしれない。でも、そのおとなしさの中にもすごい優しさもあって、おしゃれなんじゃないかな、B さん。ロマンチストだし、おとなしい感じなんですけど、すごい洗練された方。そしてこちらですね。A の選択肢の方にも出てきたんですけど、自分のエゴを手放せる方。すごい今までね、今もそうかもしれない、向き合ってる方なんじゃないかなって思います。ご自身と。ご自身の弱さと対面できる。それってすごい強いことですよね。自分の弱さと向き合える強さを持っている。だからね、他の人たちにも分け隔てなく接しれる方だと思うんです。偏見なく。でね、この選択肢のカードもこれから進んでいく。自分のね、3本あるんですけど、1つ捕まえて進んでいくっていうカードなんですね。目的を決めてこれから行くよっていう。なんでこれから何かね、自分の世界を築き上げるとか、自分のね、中にある素晴らしさをオープンにするとか、外に出してってあげる。その方が生きやすくなると思います。こんだけ素晴らしいカード出てるんで、特技で。もっとね、B さんの素晴らしさを、見せてほしい。もうね、出してってもいいんじゃないかなって思います。何か参考になるメッセージとか絵柄からね、受け取れることあったら受け取ってください。最後までご視聴いただいてありがとうございます。またお会いしましょう。B さん、ありがとうございます。はい、続きまして、こちらの C のカードをお選びいただいた方のリーディングを始めていきたいと思います。一番上が生まれてきた目的、根性で生まれてきた目的と、こちらが人生の流れで1を出しました。過去、現在、未来ですね。ちょっとカードがね、どれも大きくて入りきるかな。よし。で、こちら最後が C さんの得意とすること。ソードが多い。ワールド出てきてくれました。すごい。得意なことで出しました。じゃあ最初からですね。よし。根性で生まれてきた目的ですね。見ていきたいと思います。何かね、まず最初お伝えしたいんですけど、こちら9のペンタクルなんですね。これウィッシュカードって言って、次が10なんですよね。10って願いが叶うとか、お金がいっぱい入るとかなんですね。で、最初がこれで、最後が
ワールドなんで、何かね、大きなものを手にするんじゃないかなっていうすごいいい予兆を感じています。それでは見ていきます。今生ね、生まれた目的は、表現する。外にこう主張するとか、自分のクリエイティブ、創造性を表現すると、ここがね、すごい沈黙の世界、無の世界、と思ったら、Doors are opening. これ、ドア開いてますよって、ポータル。自分で決めて、進んでいく、新しい世界に行くっていうカードなんですね。なんかちょっと面白い出方してるんですけど、沈黙の世界と向き合う。向き合ってって、何か自分の芸術性とか何かこう自分の中にある動きたくてしょうがない考え、思いがあって、それでね、飛び出していくのかな。ちょっと流れ先見ようかなって思います。なんか深いですね。なんかすごい大きなテーマがある感じします。一応過去、現在、未来で人生の流れを出しました。なるほど。何かね、過去であまり大変な思いをされたとか、何かあったのかな。でそこをね、例えば親子関係うまくいかなかった、毒親育ちとかね、お母さんとの関係がとか、なんか今出てきたんですけど、何かね、何か学んできたんだろうな。でそこをね、許してあげる。ちょっとね、例えば一つ、暗い子供時代を送ってきたとか、すごい内気で、あまりね、自分の感情を外に表現することができなかった子とか、何か家庭環境がすごい辛いというか、重くて、自分をね、ちょっと苦しめていたところもあったのかな。だからそういう沈黙の世界っていうか、暗闇の世界を学ぶ。この3次元の世界、今現実社会で、やっぱり明るい面と暗い面ってありますよね。でそのね、無の世界というか、自分と向き合ったり、こう、動きがないこともあるわけで、そことね、向き合うため、もうその、学びの一つだったんじゃないかな。自分で学びたいと思って選んできたこと。で、今は、すごい自分の内側と向き合ってる。前よりも生きやすくなったって感じることがあるんじゃないですかね。あなたの中にある知性をこう外に出していくとか、自分の中にあるね、心の中にあるコンパス、物差しを信じて、そこを軸に外に行く。何かね、しがみついていたとか、何かを頼りにしていたところから自分軸でこれからね、行くところなんじゃないかな。で、あなたの中にある優しさとかね、人を尊敬する。今まではちょっと余裕がなかったかもしれない。自分のことで手一杯。でもね、思いやりあるんですよね、C さん。自分の中にある思いやりをこれからね、周りに向けるとか、人に向けていくところの流れにあるのかな。そういう意味で新しい世界に飛び立つ。今まで自分の殻の中だったものが、自分の中にあるこう動きたい、出ていきたいっていう感情と向き合って、そこと対面して新しい世界に行く、一歩踏み出していくっていう目的なんじゃないかな。この人生の、
流れと C さんの生まれてきた目的がすごいリンクしてるんですね。だから C さんの人生っていうのはちゃんと自分が選んだ学びを学びながら進んでいってるんじゃないかなと思います。すごい綺麗に流れがリンクしているんですね。ちゃんとね、自分が決めてきた人生を正しく歩めてる方、すごいなって思います。やっぱりね、それちゃったりとかもあるんですけど、で、こちらですね、ソードが強い。何かこう、切り開いていくとか、ソードって剣ですね。ここ2つが剣なんです。これがね、最後に世界が出てるのがすごいんですよね。やっぱり、生まれた目的がすごい強いのかな。得意なことで今この3枚出してるんですけど、何かこうやると決めたら、突き進める方、っていう感じしますね。人をね、守る力があるんだと思います。いやいや、そんなことないと思ってるかもしれないけれど、C さんってすごい軸がしっかりしてるんじゃないかな。自分の心の底で大切にしているものがある。何か賢い感じがするんですね。女性性が強いなって思いますが、自分のことね、弱いって思っているかもしれないんですけど、いやいや、C さんめちゃめちゃ強い方なんじゃないかな。で、最後には世界なんて、今まではちょっとね、暗かった人生というか自分でね、受け止め方が暗かったっていうところを、本当はね、明るくできるんですよ。すべてに太陽を注げるような、これすごい華やかなカードですよね。きらびやかにする力があるんです。でも自分で力を抑えてるところがあるんじゃないかな。だからそこをね、ザワールド出てるんで、解放してあげて、もう存分に C さんの良さを出してってあげたらなと思います。そしたらね、本当の意味での C さんの生きやすい人生がこれから始まっていくんじゃないかなって思います。今までは何かすがる頼りにしていたところから、いや、自分が一番頼りになる。自分が自分軸で生きていかなきゃいけない。ね。そしたら自分の世界が作っていけるんだっていう。何かクリエイティブとかも得意だと思います。自分で作っていく。起業とか新しいことするとか。やろうと思えばね、できる。助けてくれる方も現れると思います。何か C さんのね、世界築いていける方なので、応援してます。はい、最後までご視聴いただいてありがとうございます。それでは C さん、またどこかでお会いしましょう。ありがとうございます。